おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のリゾットだよ。確実に仕留めてやる。お、正面に大シールドとダービーの死角の気配。しかし近場にプレイヤーもいるな。近距離パワー型だ。敵がいるぞ。貴様、何かあるな。惜しい。2射目がちゃんと当たってたら倒せてたかもしれないな。しかしここは欲張らずに近場のダービーの死角を回収しよう。敵だなってめエアロスミスだ。奴らがついにここに来た。ハイディオ様に攻撃していたナランチャがこっちに来た。まだ開幕なので向こうはシールドを取れていないはず。死んでもらう。やがって畜生。リゾットの射撃は5ヒットでゲージ1本持っていく。時間が欲しいのだがな。向こうは距離を取っているがそれは命取り。俺はお前に近づかない。どい。とどめだ、食らリゾットの足音は小さいので、距離を取って姿を消せば相手はこちらを完全に見失う。おまけに起伏の激しい地形では機銃を操作しても命中率は著しく下がる。よしなランチャを排除できたので周辺のダービーの死角は全ていただきだ。さて残り人数は5。下にはホルホース、向こうでやり合っているのはポルナレフとジョリーンだな。次の対戦で詳しく話すが、リゾットはただ生き残るだけではなく後半までに勝てる状況を作っていかなくてはならないキャラ。ここはただエリアの縮小を待つのではなく今のうちによく考えて仕掛けていく必要がある。なんだ下の方にまだリゾットタイプのダービーの死角が残っているじゃないか。リゾットタイプは足音が小さくて攻撃音を立てることも皆無なので発見されづらいのだが、こんな後半でも残っているとは。つまり他の残りのプレイヤーは先ほどの3人ということになるな。ならばやり方はできている。かなりいい。いや、すごく幸運だわ。それをやると思った。メタリカエリア際で当てられていれば追撃も入れられたがちと失敗したか。残りのキャラを把握した現状私が取る戦法は、エリアが広く奇襲が仕掛けやすいうちに終盤に強いキャラにアルティメットをぶち込んで後半の戦闘力を削ぐ。追撃は入れられなかったがジョリーンの体力は壊滅状態。おまけに回復アイテムもほとんど残ってないはずだ。さて次に狙うのはポルナレフ。お前はやはりスタンド使いだ。なんだこいつは。どこから現れたんだ。また失敗した。どうせ来るのが分かっていたなら階段で待つべきだったか。だが我がメタリカの正体を知ったところでもう遅いんだぞ。正体はバレたがそれでもここは行く。反撃は食らったがアルティメットをぶち込めればそれでいい。これで近距離タイプ2人に壊滅的なダメージを与えることができたので第一条件は達成。このまま後半戦に臨もう。さて残る攻撃を仕掛けていないキャラはホルホース。狙う優先順位が低いキャラだが他の2人にダメージを与えた以上もう放っておく理由はない。暗殺を拒否する。頭きたぞ。ぶちまけやがれ。残念だったよし4発命中したのでシールドはほぼ吹っ飛んだな。さらにポルナレフにも攻撃されて体力も残り少ないことだろう。これで残りのプレイヤーは全てまともに体力が残っていない状態になった。体力がなくなれば精神的にも焦りが生まれ冷静な判断がしづらくなる。あとは近距離タイプから順番に排除していくだけだ。とはいえ攻撃手段は射撃のみ。体力にも余裕がないので慎重に行こう。最悪。当たりだ。なんだって距離がちと近すぎた。が下に下ろせたのでいいか。よし一番残したくないポルナレフも落ちた。次はジョリーンを倒したいところだが。泣きたくなってきた。こんなことなら最初からこの銃で狙撃する。興奮する。何よあれ。しかしこんな時は浮かれた奴から死んでいく。そのまま寝てろ。畜生。失敗は反省してそのことを前向きに利用しなくてはな。体力がなくなった残りのプレイヤーが次々に倒れ、最後のジョリーンもエリア外ダメージでリタイア。近距離タイプにあらかじめアルティメットをぶち込んだことで有利な展開にはなったが、途中アルティメットを外して余計なダメージを受けたりと細かいミスがちょくちょくあった。それとジョリーンがエリア外ダメージを何発か耐えていたところを見るにどこかで小回復もしていたようなので、そういったことにならないよう仕掛けるタイミングや逃げ場所に先回りするといった工夫も必要だな。
それと最後のジョリーンのアルティメットもかなり危なかったので、ホルホースのアルティメット中に狙ったり早めに高台に乗っておくなど最後の最後まで気を抜かずに立ち回りたい。それでは次の対戦行ってみよう。リゾットは高すぎる使用難易度のせいで、実装からシーズンごとのキャラ別勝率ランキングでソロペアともに最下位をマークしていた悲しきキャラ。しかしシーズン9では大幅強化を受けてとうとう変動。ソロ戦最下位からワースト2位に。ちなみにペア戦は不動の最下位。これはリゾットが強化を受けても弱いキャラなのかと言われると単純にそうだとは言い切れない。リゾットのキャラ性能自体はスキル一つ一つを取ってみるとどれも非常に高性能。足音の小ささと投資アイテムすら無効化する透明化による隠密性能は一級品で、それを活かした奇襲能力も同様。アルティメットもアップデによって大幅に強化されてかなり当てやすくなったし、回復手段がない状況で命中させればその相手にまともに戦えないほど壊滅的なダメージを与えることができる。これほどまでに強力なスキルを持っていながらなぜキャラ別勝率でそこを這わなければならないのだろうか？思うにその原因は慢性的な決定打不足。アルティメットは最終的に体力に壊滅的なダメージを見込めると言っても時間がかかるし、無傷の相手はそれだけでは倒せない上シールドも残る。一方他のキャラは適切な場面で運用さえすれば一気に勝負を決められるものがほとんど。おまけに後半エリアが狭くなるほどリゾットは隠密性能を活かしづらくなるし、警戒されやすくなってアルティメットを決めるのが難しくなる。要するにリゾットはキャラ性能自体は高いが終盤力は低く、ラスサバを取るという一点においてはトップクラスに難しいキャラということ。リゾットを使う上で大事なのは先ほどの対戦のようにただ生き残るのではなく、後半までに勝てる状況を作ることまでを考えていかなくてはならない。さて残り人数を確認できるキャラはロハン先生、ジョリーン、ディアボロか。ロハン先生も厄介だが最優先で排除したいのはやはりディアボロ。後半までに何としてもダメージを与えたりアルティメットをぶち込んでおきたい。鉄分。それはこの地球上でどこにでもあるから。お前のことにますます興味が湧いてきた。よくもこんなダメージは与えられたがさすがに警戒されてしまったな。しかしロハン先生にも発見されて狙われ出したようだ。透明化を絶やさなければこちらが狙われる可能性は低い。うまく状況を利用したいところだ。このベンチに吐き出されたタンカスどもがこういう構成の時ほど落ち着いて行動しろ。失敗はイコール死だ。さてこの上にディアボロがいる。音は聞かれているがタイミングが良ければアルティメットをぶち込めるチャンスはある。メタリカ逃げ遅れてダメージを食らったがメタリカはぶち込んだ。これでもうディアボロはまともに戦うことはできない。となればディメンションを切らざるを得ないが透明化を使えばこちらに来る心配はない。さてあとはロハン先生。罠があるがここは見られていない今のうちに行く。ついによしやはり遠隔操作に意識がいっていた。かなり危険な賭けだったが勝つにはあそこで行くしか方法はない。バカな食らいやがる。一人では死なね死んでもらう。とどめだ食らえメタリカ楽しみだぞ。お前がこのまま死んだ後どんな顔になって死ぬかが楽しみだ。終盤はかなり綱渡りが多かったが、ホルホースを倒した直後に来たヘブンズドアーにもなんとか射撃が当たって勝利。ロハン先生にアルティメットをぶち込んだ後メタリカのダメージオンでロハン先生が1バレしてそれをホルホースが狙っていたので、焦って下に降りずとも倒してくれるのを待った方がより安全に透明からの奇襲で一騎打ちができたかもしれなかったな。しかしやはりリゾットは隠密性能や相手の戦力を削ぐのは強いが、終盤力の低さをどう補っていくのかが本当に難しいキャラだ。それではご視聴ありがとうございました。